はい、こんにちは。発酵調味料教室シンプルブリューライフの早川です。この動画では発酵食などの食に関する知識、あとはシンプルで快適なライフスタイルを実現する方法ですね。そういったことについてお話ししております。で、前回ですね、小豆のお話をしまして、甘酒の話から続いてきて、で、甘酒と同じ作り方で作れる、小豆麹というですね、砂糖不使用のあんこの、流れでですね、今回はその前回説明したその小豆の栄養価、こういった栄養価が小豆にはありますよというお話のですね、続きで、具体的にじゃあその含まれている栄養価が、この健康効果としてどのように役立ってくれるのかというお話をしていきたいと思います。で、前回までの動画が、まだ見てないよという方はですね、動画のタイトル欄タップしていただきますと、詳細見ることができますので、そちらからぜひご覧ください。はい、ということで、これゆで小豆の健康効果というふうに書きましたけども、これは一応ですね、今からお話しする、健康効果については、茹でた小豆の健康効果ですので、そちらをですね、間違えないように覚えておいていただきたいと思います。普通茹でますけどね、食べるときはね。はい。ということで、まず最初、5項目ありますけれども、まず1番ですね、アンチエイジングです。老化に抗うというのがアンチエイジングなんですけれども、やっぱりですね、この活性酸素と言われるもの、これが老化の最大の原因だと言われています。活性酸素がですね、新陳代謝を低下させて、それによってシミとかシワとか、そういったものを増やしていくと。あとはですね、動脈硬化とか心疾患などですね、様々な病気の原因にもなるのが活性酸素なんですよね。あと、がんなんかも、キャンサーですね、活性酸素が大きな原因、ほとんどがんの原因のほぼ 90% 以上が活性酸素が原因だというふうにも言われています。で、この小豆に含まれる成分のポリフェノールというものがあるんですけども、それは渋みとかえぐみの元にもなるような成分なんですが、その小豆ポリフェノールと言われるものはですね、非常に抗酸化作用が高いんですね。抗酸化活性が強いということが、言える成分です。なので小豆にはですね、活性酸素を除去する抗酸化力があるということなんですね。抗酸化作用があるということは、活性酸素を除去してくれる。要はいろんな病気とか、老化の原因となっているものを除去してくれるのがその、小豆などに含まれているポリフェノールだったりするわけですね。なので小豆をたくさん食べることによって活性酸素、体内で増えすぎてしまった活性酸素を減らすということができて、結果的にアンチエイジングにつながっていくというわけなんですね。小豆に含まれるポリフェノールなんですけれども、カテキングルコシドと言われるカテキンの仲間が多くてですね、お茶に含まれるカテキンありますよね。お茶に含まれるカテキンとか、そばに含まれるのはルチンなんていうものもあったりしますけれども、そういったカテキンとかルチンの量は、赤ワインよりも多いと言われています。赤ワインって、ポリフェノールが多いというふうに言われてるんですけども、その赤ワインよりも、小豆は多く含まれているんですね。はい。こういった抗酸化活性の高いポリフェノールが、豊富に含まれていますので、シミとかたるみ、そういったものを予防して、あとはメラニン色素の生成を抑制するということも、あるんですね。要は美白です。美白効果というものも期待できます。また、小豆に多く含まれている、ビタミン B2 と B6、前回の動画でも言いましたが、ビタミン B 群がいっぱい含まれている。その中でも B2 と B6 が多く含まれているということなんですが、B2、B6 というのはですね、皮膚のこのターンオーバーを促してくれるという作用があります。なので、そのビタミン B2、B6 っていうのを取ることによって、健康で美しい肌をですね、保つことができます。
であとはですね、食物繊維というのをかなり多いですので、食物繊維を摂ることによって便通を整えてくれたり、しますので、それによってですね、腸がきれいになったら、肌荒れとか吹き出物とかですね、そういったものを予防してくれるという効果もあります。そしてですね、その小豆ポリフェノール、小豆に含まれるポリフェノールにはですね、血液の循環を促してくれるという働きがあります。要は基礎代謝を整えてくれるという働きですね。はい。でそれによって、細胞を活性化させるということが、行われます。特にですね、髪の毛の毛根、毛母細胞っていうんですけども、髪の毛を生えさせる細胞を活性化させてくれるということが、言われております。なので、弱った毛根ですね。毛根ってだんだんストレスとか刺激とか、年齢加齢によってですね、だんだん弱ってくるんですけれども、その弱った毛根が活性化されて、毛髪が元気になります。はい。なので、小豆に含まれるビタミン B とか、B2、B6 ですね。そういったものは毛髪の細胞の再生にも効果を発揮してくれるわけなんですよね。で、加えて、良質なタンパク質っていうのも小豆には多く含まれておりますので、それらを合わせることによって健康でみずみずしい髪を作ってくれるというわけなんですね。なので髪の結構髪って年が出やすいですよね。白髪だったりとか、髪がちょっとぺちゃんこになってくる、ボリュームがなくなってきたりとか、あとはハゲとかですね、そういったの年齢が出やすい部分ではあるんですけども、そういった毛根を活性化するっていうことに対しても小豆は、一役買ってくれるというわけです。はい、ということで、アンチエイジング効果はかなりいろいろありますよというところです。で、続いてはですね、抗がん作用ですね。これ最近の研究ではですね、やっぱりそのがんの原因の 90% 以上が活性酸素だというふうに言われております。活性酸素がですね、体内の不飽和脂肪酸と結びついて、過酸化脂質を作り出して、それによって発がんを促進したりですね、活性酸素が DNA を傷つけることによって正常な細胞ががん細胞になったりしてしまうということなんですね。なのでやっぱりこの活性酸素を除去するって人間の、現代人にとっても永遠のテーマなわけなんですけれども、活性酸素を除去してくれる効果が高い抗酸化作用がある食べ物イコール小豆ですね。小豆というのは、抗がん作用があるというふうに言われております。またですね、小豆には不溶性の食物繊維が多く含まれておりますので、発がん物質を体内から除去する、排出するようなデトックス効果っていうのもあるというふうに言われております。はい、やっぱりこの腸内環境ですね、便通がちゃんと、正常に行われているかどうかっていうのはすごく重要でですね、便秘などが原因でこの胆汁酸の代謝がうまくいかないと、大腸がんの原因になるというふうに言われてるんですね。なので特に女性はですね、便秘がちな方って多いと思うんですけれども、便秘がやっぱりずっと続いていたりすると、その胆汁酸の代謝がうまくいかなくなったりするんですね。それが引き金で、大腸がんが誘発されたりっていうことも、なりかねませんので、やっぱり便秘は改善していきたいですよね。はい。で、さらにですね、その便秘を予防するとともに腸内の二次胆汁酸というものですね、そういった有害物質を吸着してくれるような不溶性の食物繊維がですね、抗がん作用の重要な役割を果たしてくれるということなんですね。不溶性の食物繊維って、そのデトックスしてくれるっていう効果もありますし、有害な物質を吸着してキュッて吸い付けてで出してくれるみたいな効果がありますので、そういったことも含めて、いろんな意味で抗がん作用っていうのは期待できるということですね。はい、続いていきますね。貧血むくみ予防です。これ前回の動画でも言いましたけども、小豆にはミネラル分が多く含まれておりまして、特にその中でもカリウムが結構多いんですよね。
血中の、赤血球中のですね、ヘモグロビンって聞いたことあると思うんですけども、赤血球中のヘモグロビンの主成分っていうのが、鉄なんですね。その鉄が不足すると、鉄が不足することによってヘモグロビンというものが、欠乏します。でそれによって、赤血球とか、筋肉、そんな中で、酸素がうまく運ばれないってことが起こってくるんですね。でそれによって、酸素が体のこの隅々末端まで行き渡らなくなって、なんかちょっとめまいがするとか、なんか疲れやすいとか、貧血ですよね。貧血っていう状態になったりします。なので、鉄が不足するってすごく、問題なんですけれども、例えばだから、鉄が不足しやすい女性とかは特にですね、食べ物から鉄分が多く含まれているものを食べていきましょうとよく言われると思うんですけれど、鉄が多い食べ物って何でしょうかというふうに、聞かれた時にやっぱり、よく出てくるのがほうれん草ですよね。ポパイがよく食べるやつですよね。でほうれん草ってそういった感じで鉄分が多く含まれる、野菜として有名なんですけれども、これ実はですね、茹でたほうれん草 100g の中の鉄分はだいたい 0.9mg なんですね。それに対して茹でた小豆 100g 中の鉄分は 1.7mg なんですね。もう一回言いますね。ほうれん草 100g 0.9mg、ゆで小豆 100g 1.7 ミリ、ということでですね、もう小豆の方がほうれん草に比べて倍近く鉄分が入っているんですよ。これ結構、それ知らない方も多いんじゃないかなと思うんですけども、小豆ってかなり鉄分多いんですよね。あとですね、塩分とかを取りすぎた場合、あとは水分も取りすぎた場合、過剰摂取した場合ですね、体がむくむっていうことよくあると思うんですけども、カリウムというミネラルはですね、体の中の余分な塩分を排出してくれるという作用がありますので、そういったカリウムが多く含まれているものですねを食べると、むくみ予防につながるわけなんですが、この小豆はですね、鉄分も多く含まれていますが、カリウムも同じぐらい多く含まれているんですね。なので小豆を食べることによってむくみの予防ということもできるということなんですね。でちなみに、カリウムですね。カリウムがたくさん含まれている食べ物って何でしょうっていうと、よくバナナとかって、言われたりするんですけども、これもですね、バナナ 100g 中のカリウムが 360mg に対してゆで小豆 100g 中のカリウムは 460mg です。なので、バナナ360、ゆで小豆460ってことなので、バナナより小豆の方が多いということなんですね。ということで、ミネラル分、カリウム、鉄分がとても多く含まれていますので、それによってですね、貧血を予防することができたり、むくみもですね予防するということが、可能となっております。はい、そして続いていきますね。血液サラサラと書いてありますが、こちらはですね、サポニンの効果です。以前ですね、前回の動画でゆで小豆、小豆の中にはサポニンという成分が含まれていますというお話をしたんですけれども、このサポニンにはですね、体内に体の中にですね、コレステロールとか中性脂肪、これが過剰にたまるのを抑制してくれるんですね。はい、なので、コレステロールとか中性脂肪っていうものをあんまりたくさんたまりすぎると、抑えてくれるみたいなことをしてくれます。それによってですね、血液サラサラ効果が期待できるということと、あとはですね、小豆ポリフェノール、これもですね、コレステロールを減らす効果があるんですね。コレステロールを減らして活性酸素を除去して、結果血液をサラサラにしてくれるという効果が期待できます。はい、で最後ですね、冷え症の改善というところですね。冷え症って何っていうとですね、要は冷え症というのは体温調節機能が
うまく働いていない状態のことを指します。人間の体には自分で自動的に体温を調整する機能が備わっているわけなんですけども、それがですね、いろんな原因、自律神経の乱れとか、いろんな原因でですね、体温を上手に調整することができないので、冷え症になると。末端冷え症とかですね、ありますけども、そういった状態のことを指すんですね。でその体温調整機能というものを正常に保つためには、やっぱりその食べたものをしっかりとエネルギーに変えていくことが重要なんですね。エネルギーを作り出さなきゃいけないというところで、そのエネルギーを作り出すときに重要な働きをしてくれるものの一つがビタミン B1 なんですね。ビタミン B1、これも小豆にはたっぷり含まれています。大体ですね、そのゆで小豆 100g 中のビタミン B1 の量というのが 0.15mg です。でこの数字なんですけども、0.15mg ってすごい少ないかなっていうふうに思うかもしれないんですが、ビタミン B1 の含有量が多い食べ物として有名なのが、牛レバー、牛のレバーですねとかってよく言われるんですけども、牛のレバーのそのビタミン B1 いっぱい入ってますよって言われている牛のレバーで、100g あたりだいたい 0.22mg なんですね。もう一回言いますよ。牛レバーが 0.22mg で、それに対してゆで小豆が 0.15mg ということで、牛レバーよりは少ないんですけども、ほぼほぼ牛レバーに近づく勢いの数値なんですね。なのでかなり、食べ物の含有量としてはかなり多い方です。なので、ビタミン B1 をたくさん、摂取することができます。小豆を食べることによってこのエネルギー代謝に役立つビタミン B1 を多く摂取できますので、結果的に冷え症に効果があるということですね。でビタミン B1 っていうのはですね、糖質を分解してエネルギーに変えるという働きを、助けるということをするんですね。なので、糖質、小豆って、一応糖質が多い食品にはなるんですけれども、その糖質は多いんだけれどもビタミン B1 がその分多く含まれているので、一緒に摂取すること、小豆一つ食べればもちろん一緒に摂取することになるので、それがあることによって、糖質の代謝が行われやすいんですね。要は糖質が脂肪として体内に蓄積するのを、緩和してくれるというわけなんですね。糖質ってやっぱり取りすぎるとすぐにエネルギーになるんですけども、取りすぎると体内に蓄積して脂肪となってしまうんですが、その蓄積するっていうのを、そんなに、早くしないというか、緩やかにしてくれるという効果があるんですね。であとはですね、食物繊維豊富ですので、血糖値の上昇も緩やかにしてくれます。ここですね、すごく重要なところなんですけれども、甘酒のお話をしていた時にですね、やっぱり甘酒というのはブドウ糖の塊なので非常にですね血糖値が、急上昇しやすいですよということを、言ったんですけども、なので、一気に大量には飲まないでくださいというお話をしたと思うんですが、その甘酒ですね、甘酒で飲むのももちろん全然いいんですけれども、それをですね、甘酒と同じ作り方で作る小豆麹にすることによって、そこに米ではなくて小豆が入りますよね。米の代わりに小豆を入れます。それで小豆も一緒に食べるということになりますので、甘酒の栄養成分全部入った状態で、そこに小豆の成分栄養価も全部含まれた状態で食べるということになりますので、そうなるとどうなるかと言いますとですね、今のその血糖値の話からいくと、小豆には食物繊維がたっぷり含まれています。で食物繊維がたっぷり含まれている食べ物っていうのは、比較的 GI 値が低いんですね。GI 値っていうのはその血糖値が上昇する、スピードの値なんですけれども、小豆は白米と例えば比べた時に血糖値の上昇が緩やかです。白米だったらこうなるところが小豆だったらこれぐらいみたいなイメージなんですけれども、その
小豆をですね一緒に食べることによって甘酒単体で飲んだ場合の血糖値の上昇の仕方とそれを小豆麹というあんこにした状態での血糖値の上昇っていうのはだいぶ違ってくるということなんですよね。なので、急激な、血糖値の上昇を抑えてくれるといった意味でも小豆麹って非常におすすめですね。もちろんですね通常のあんこであればそこに大量に砂糖が入っているので、それもものすごくガーンというふうに上がってしまいますけれども、小豆麹は砂糖ももちろん入っていませんので、とてもヘルシーですよね。はい。ということで以上で今回の動画は、終了となります。ゆで小豆の健康効果について、ご説明していったんですけども、なぜそんな小豆の話をするかというと、甘酒の話からつながっていって、甘酒を作って飲むのももちろんすごくいいんですけれども、それを米のところ小豆に変えて、甘酒と同じ作り方で作ることによって砂糖不使用でヘルシーな、あんこが作れますよといったところです。でそのあんこには、こういった、素晴らしい健康効果美容効果っていうことが、期待できますのでぜひですね、作って食べてみていただきたいなというふうに思います。はい、ということで今回は以上となります。この動画ではですね、シンプルライフについてとかあと発酵食について食と健康について、そういったテーマで、皆様のお役に立つ情報を発信しておりますので、見逃したくないという方はですねぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。で動画の、概要欄、タップしていただきますとですねタイトル欄をですねタップすると概要が出てくるんですけども、そちらにもですね、いろいろ情報書いてありまして、発酵食の講座なんかを動画で学べるものをですね、リリースしておりますのでそちらもですね興味があるという方はぜひチェックしてみてください。はい、ということでまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。